ステイの中でも論争が続く、リノはウサギか猫か、実はキッズたちの間でも永遠のテーマだった。本人はどっち派なのか、リノ本人に聞いてみた。ストレイキッズのメンバーを動物に例えて生まれた公式キャラクター、スキーズ。メンバーそれぞれに動物と名前が決められていて、しっかりと特徴を捉えており、ステイからも愛されているキャラクターです。リノのスキーズーのキャラクターはウサギがモチーフになっています。名前はリノとラビットを合わせたリービット。少しつり上がった目とキュルキュルな目がリノにそっくり。リノは笑った時に見える前歯がウサギにそっくりなんです。お顔が美しすぎて普段はクールそうに見えるリノですが、笑うと一気に幼く見えてギャップがすごすぎる。そしてリノといえば、その王道イケメンのお顔から炸裂するサイコパス発言及び行動の数々も一周回って魅力の一つ。その4次元サイコパスっぷりからワンちゃんに悪魔ウサギと呼ばれていることは有名ですよね。チャニバンにリノが登場した時にワンちゃんからチャンビンが豚ウサギならリノは悪魔ウサギなんですと言われたのがきっかけ。これにはリノも否定せざるを得ません。音楽番組の控え室で自分の名前の由来について、リノという名前には広い空のような人になれという意味が込められているという話をしていました。するとリノは、だから僕は空に行きますね、自然死しますのでお前と一緒にとご飯を食べていたヒョンジンに悪魔発言をします。これを聞いたヒョンジンは全身を震わせて拒否。近くにいたハンジソンは、もしかしてヒョンは自然死でヒョンジンは他殺なんとナイスツッコミ。 K-POP アイドルのファンは推しに似ている動物を当てはめて SNS でその動物の絵文字を使うことが多いですよね。ステイはスキーズでモチーフにした動物をそのまま絵文字にして使うことが多いです。リノは自然と絵文字がウサギになると思いきや、ステイからリノはウサギではなく違う動物に似ているという声が上がったのです。その動物とは、そう、猫。リノが実家で飼っている猫を溺愛しており、自身の行動も猫そのものであることから、一部のステイはリノを猫だと呼んでいます。リノの異常なまでの猫愛はぜひこちらで。確かに、お顔はウサギっぽいんですが、性格や行動は完全に猫なんですよね。こうして始まったリノのウサギ VS 猫論争。日本でのコンサートの時に、リノがステイに対して、みんな、僕は猫ですか、ウサギですかと質問。これに対して、すぐに猫をと答えるステイ。ステイの中では猫派が多いようです。そして、スンミンが雑誌の単独インタビューでリノの動物に対して言及したのです。スンミンは、メンバーに対して求めることはという質問に、整理整頓、料理ができるという2択から料理ができるを選びます。整理整頓と料理ができるメンバーを1人ずつ挙げるならという質問には、僕たちの宿舎の中では猫が一番上手だと思いますね。料理も猫だけが一番上手だと思います。とリノの名前を猫に置き換えて答えたのです。あえて本人の名前を出さないところが離婚危機らしいです。このインタビューで大事なポイントは、スンミンのリノに対する認識は猫であることが明らかになったということ。猫を溺愛するあまり性格まで猫に似てきてしまったリノ。メンバーはよくリノを見て、猫みたいだね、と言っています。動いているものは何でも気になるようで、ステージ上の紙吹雪はいつも目で追いかけます。その姿はまるで猫じゃらしで遊んでいる猫のようで可愛すぎる。そして、ツンデレな性格はまるで心を許した人にしか懐かない猫そのもの。ワンちゃんも認めるほどの面倒見の良さで、年下メンバーをいつも陰で支えています。アイエンによると、いつもハンがアメリカーノ飼ってトリノにお願いするんだそう。リノは、やだ、と言いながらも買ってきてくれるんだとか。チャンビンはリノに、家にある忘れ物を頼んだ時に、やらん、嫌だよ、お前が自分で探して、と断られたため、同時にヒョンジンにも頼んだそう。先にヒョンジンが忘れ物を持ってきてくれて、チャンビンはリノにそのことを伝え忘れてしまったんだとか。するとリノは、探したけどなかった、どこにあるのとチャンビンのところに来たんだそう。なんとリノは30分もチャンビンの忘れ物を探してくれていたんです。ヒョンジンはパフォーマンスが終わるとリノに、かっこよく映ってたぞ、と言われて胸キュンしたんだとか。スンミンもリノに面と向かって褒められて照れており、メンバーでさえも沼らせてしまう猫系アイドルリノなんです。リノ曰く、ああ、やだやだ面倒くさい、と思いながらも内心、でもやらなきゃ、という気持ちがあるんだそう。
自他ともに認めるツンデレはリノの沼ポイントの一つです。今のところ猫派が優勢。いやしかしステイの中にはウサギ派もいます。ウサギ派と猫派に分かれるステイのために、完璧アイドルなリノは両方に配慮。ツンデレで優しいリノは、パフォーマンスでのエンディング妖精やステイへのファンサでは、片方は猫耳、もう片方はウサ耳を作りファンサをしてくれるのです。そして猫派ウサギ派に続いて、黒ミ派とマイメロ派にも分かれているステイたち。こうしてリノのファンサは大忙し。ファンミーティングではたくさんの黒ミ、マイメログッズをプレゼントされるので、両手にはぬいぐるみ、頭にはカチューシャと大渋滞。絶対に踊りにくいはずなのに最後までぬいぐるみを離さないリノが愛おしすぎる。リノの気遣いは自己紹介でも、バラエティ番組、知ってるお兄さんに出演した時には、自己紹介の際にリノは、僕はこっきりのだよ、と挨拶しました。待って、ゾッゾー？まさかのゾウさん登場にステイは、猫とウサギの次はゾウ、とっきりのって言ったんじゃない、と大困惑。大困惑の末本国で X にてトレンド入り。ことの真相は、リノはウサギ派猫派それぞれのステイのために、コヤンイとトッキを組み合わせてコッキリノと名乗ってくれたのですが、コッキリが韓国語でゾウのため、ゾウリノと翻訳されてしまったようです。チャンリンがトゥエッキならリノのコッキリノもありかもしれません。いかがでしょう公式さん。リノはウサギなのか猫なのかステイが論争している中、ついにリノが言及。フィリックスがウサギと猫を合わせたリノの呼び名について考えていると、すかさずリノが一番重要なことが抜けています。と一言。フィリックスが何と聞くと、僕は人間です。と鋭いツッコミを入れます。これにはピリも、そうだった、と言わんばかりの表情。MV 撮影時には、ウサギ派と猫派のステイに対して、僕は人間です。皆さん、ふふ、となんともリノらしい回答。リノ本人からの発言によって、ウサギ派猫派論争に終止符が打たれました。でもやっぱり、猫っぽくもありウサギっぽくもあり。リノはこれに似てる、と論じたくなってしまうのもファン心ですよね。皆さんはどっち派ですか？コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。